こんばんは、エムリン工房です。今回はステップ7、スリープアイの極みと錆落としについて説明していきたいと思います。はい、用意するものですね。前回取り出したスリープアイ、除光液と、あとはこちらアルコールです。小分け容器に入れてあります。除光液とアルコールの時に使う化粧パフ、マスキングテープにカッターナイフ、あとは、アクリル絵の具の白ですね。あとこちらのミニルーターです。こちらは、錆を取るときに使う道具です。今回用意するものは以上です。はい、それでは藍を分解していきます。両方とも同じ作りですので、とりあえず右の方を分解していきます。大輔くんのお目目スリープアイこのようになっています。でこれを2つにパカッと外すと、この目の部分の金属の蓋と後ろの部分のプラスチックの支えというかカバーになってます。でここにこの金属の棒で藍が刺さっていって重りで動くようになってます。それなので外すときは金属の棒が横に入っている形なので、ちょっとここの上下をギュッと押してあげるとプラスチックが歪んでスポッと取れやすくなります。でこちらの藍分解していきますね。ちょっともうまつげが取れてしまってるんですけど、これはこれで進めていきます。はい、で藍を分解するとプラスチックのケース、あとこちら藍本体、あとここの支えになる細い金属の棒が入ってます。すごくなくしやすいので注意して扱ってください。これがここに目の裏側に刺さるようになってます。でこの重りでスリップアイが寝たり起きたりする形ですね。でそれとこのカバーの金属の部分です。こちらの1,2,3,4つのパーツで出来上がってます。はい、次は、洗浄と錆落としですね。やっていきます。アルコールを化粧パフにつけてもらって、こちらを一通り拭いていきます。この目は後で除光液で拭いたりするのであまりいじらないようにしてください。であとこちらの金属の部分もね拭いていきます。結構汚れが出てきます。40年も前の古い人形なのでね、この藍のところも錆やカビとか結構ついてるので、アルコールできれいに拭いてあげてください。はい、こうですね。このぐらい汚れてます。あとこちらの支えの棒もアルコールできれいに拭いていきます。で念のためもう一回ね拭き上げていきます。こうですね。次はここの金属の部分の錆落としを、こちらの先ほど紹介した道具のミニルーターでしていきたいと思います。ミニルーター使うと下に金属の削る粉が飛んでしまいますので、ティッシュなどを敷いて汚れないように作業してください。それでは始めていきます。こちらのアタッチメントをつけて、こういう感じですね。これで錆の部分を薄く削っていきます。
こうですね。でカスタムして頭を閉じてしまうと、ここの部分またなかなかね取り出せなくなってしまうので、できるだけきれいにしてあげてください。はい、このようにきれいに削っていきます。同じように内側も仕上げていきます。はい、こちら内側です。内側のね、こういう目のあたりの部分もきれいに削ってください。そうですね。このようにきれいにしていきます。はい、で内側と外側が終わったので、次はこの目の支柱の細い棒もきれいにしていきます。この棒を少しずつ回転させながらルーターを当てて、サビや汚れを取っていきます。はい、こうですね。ちょっと細くて分かりづらいんですけど、削った箇所が綺麗にピカピカになっているので、あ、次ここ削り残してあるなとか分かると思います。はい、で終わりましたら、この金属の粉が残らないようにアルコールでもう一回拭き上げます。これで錆び落としの作業はおしまいです。はい、でこちらが、今ルーターをかけた綺麗になった方の右目のカバーです。でこちらが手つかずの方の左のカバーです。ちょっと分かりづらいかと思うんですけど、こちらにあったこういう錆がこう綺麗に取れてます。ここもですね、こちらの方が綺麗にピカピカになってると思います。内側も同様に綺麗にこちらの方がなってます。あとこれは分かりづらいかと思うんですが、こちらの目の支柱の棒ですねのこちらは錆でこの光ってないと思うんですけど、こちらは磨いたので全部ピカピカになってますね。こういった形で錆を取っていきます。はい、では金属の部分が全部きれいになりましたので、次はこちらの目の黄ばみを落としていきたいと思います。でこちらに用意したカッターナイフで、このスリープアイとこの瞳ですねの隙間に入れて、少しこうねじってあげると簡単にこのように瞳が外れます。で瞳を外して作業してあげてください。こちらですね。でどうして瞳を外すかというと、これから除光液でこちらの黄ばみをこうきれいに取っていくんですね。その時に瞳があると、瞳も一緒に除光液かけると表面が少しガサガサになってしまうんです。それなので瞳だけちょっと外してね、作業してください。で外しましたら、こちらのマスキングテープ用意していただいて、こちらのまぶたのここの色のところですね、落ちないようにこのように保護していきます。はい、こうですね。そしたら除光液を
粧パフにつけて、こちらの黄ばみの部分を落としていきます。前はいろいろ工夫して漂白剤につけて日光に当ててみたりしたんですけど、いまいちこっちが良くなくて、結局このように除光液できれいにするのが一番落ちるということに落ち着きました。こういう形で黄ばみが落ちます。でこちらもきれいに落としていきます。こうですね。この目の入っていた内側のこのへこみの部分もきれいにしていきます。でこれだけでもかなり黄ばみ落ちたんですけど、もう少し白さを足したいので、乾いたら薄くアクリル絵の具の白をのせていきます。こんなに黄ばみが取れました。はい、でここでね、先ほどご紹介したアクリル絵の具の白を使います。でここの白目が綺麗になるかどうかで、かなり大輔くんのこの表情というか生き生き度がガラッと変わるので、私はこの地味な作業なんですけど、大輔くんカスタムのかなり肝な部分だと思ってます。こういう感じで塗っていきます。この白を塗ってあげるだけでもかなり黄ばみの感じが取れます。わかるかな。こっちが塗ってない部分、こっちが塗ってある部分です。でこのようにあんまりベタ塗りでないので、薄く黄ばみが隠れる程度でいいので、ささっと塗ってあげますね。はい、こんな感じで綺麗に白目部分の白さが、黄ばみが取れ白さが戻りました。こういった感じです。でこちらが乾くまで少し、時間が半日ぐらいちょっと乾かしてあげてください。はい、こちらが先ほど白目を塗って乾いたものです。でマスキングテープを外すと、このようにきれいにまぶたの色とこちらの白目ときっちり境界線ができて、パキッとした塗り上がりになります。で取れてしまったこちらまつげなんですけど、ここにまつげを入れる部分の差し込み口があるので、ここに沿ってこの裏のテープが下に来るように、このカーブがついているのでそのまま差し込めばいいようになってます。このように差し込んであげて、で後ろから接着剤とか、ボンドとかで貼ってあげてください。こうですね。この部分を貼ってあげてください。でまつげを取りたい違う色にしたいよっていう方は同じように新しいこのドール人形用のまつげをカットして、片方にテープを貼ったものをここに差し替えると違う色のまつげの大輔くんに仕上がります。こうですね。はい、で取り出したこちらのアイを戻していきます。ここに接着剤を流してでセットしてギュッと押すとパキッとはまる音がするので、そこまでギュッと押してください。はい、こうですね。で最後艶出しのためにこの白く塗った上からニスを塗ります。こちらのニス、さっきねちょっと紹介し忘れてしまったんですけど、タミヤカラーの X の22クリアカラーを使ってます。これを開けてこのように上から塗っていきます。
こうですね。これでこの瞳の部分もきれいに塗ってあげてください。そうすることで瞳がツヤツヤになって、白目も白くツヤツヤになって、もう本当に多分大輔くん、新しい大輔くんってこんなお顔だったんだろうなっていうぐらい綺麗に戻ります。でこちらも乾くまで、そうですね、半日ぐらい、ほこりが入らないようなところ、ここまだベタベタしてますので、糸くずとかほこりがくっついちゃうとそのまま固まってしまいます。なるべくね、糸くずとかほこりとかないような場所で乾かしてあげてください。でこちらの目ですね、この塗ったニスが乾いたら、先ほどとはこの逆の順番で目の方をまた組み立ててあげてください。でね、きっちりはめてもらって、こちらで白目の黄ばみとこの汚れ落としの完成です。はい、でこちらでね、白目の、黄ばみ取り、あとこちらのサビ取り、全部終わりました。で比較するようにわざと左目の方手つかずだったんですけど、こんなに違います。この白目のパキッとした感じと、ここの瞳のこのキラキラ感ですね、これだけ変わってきます。でもし私が大輔くん1箇所しかカスタムしちゃダメだよって言われたら、もう迷わずこの白目の黄ばみ取りのカスタムを選びます。そのぐらい表情がぐっと生き生きしてくるので、こちらのカスタムはすごく肝な大切なところだと思って丁寧にさせてもらってます。こういった形ですね。わざと比較のために今回別々に作業を進めました。本来であれば同時進行で右目も左目も同じようにきれいにしていってあげてください。はい、こんな感じですね。はい、で次回ですけど、次回はステップの8、新しい体を作る準備です。はい、今回はここまでです。エムリン工房でした。バイバイ。